僕野球やってたんですけど、グローブにもあるんですよ、こういう生地っぽいやつ。これなんか汚れてるのがちょっとかっこいいなって小学校の頃思ってたんですよ。で親父に怒られたんだよね。グローブの顔だぞと、何を汚してるんだ。それからやっぱりマークが入ってるところ、そこが綺麗な人はね、なんか野球もうまいんだろうなってなんか勝手に思っちゃったりしてる部分があります。それからこういうところは綺麗にちゃんとしてあげないとかわいそうだなっていう気持ちです。はい、皆さんこんにちは。車の大自然家シノピーです。今回はラブ4をちょっと洗車していこうと思います。中も外も、汚れているお車なので、いろいろちょっと撮影していけたらいいなと思っています。なので結構ね、いろいろ撮れそうな部分があるので、こう何本かに分けようかなと思っています。でまずはね、ちょっと内装をお掃除していく形かな。で流れ的には内装は内装でちょっと撮って、次外装、ツイッターの方でも次のフェーズに移行しますってちょっと書き込みをしたんですが、洗車をすると思わぬ傷って見つかるじゃないですか。あれ、こんなとこに傷あったっけみたいな、そういった、傷とかを、補修していくっていうのも、今後ちょっとアップしていこうかなと思っています。もちろんその洗車は洗車でやるんですが、綺麗になりましたけど、洗車ではどうにもならない傷もあると思うので、その傷にフォーカスしたような動画もアップしていこうかなといった感じですね。なので内装からね、外装までちょっととことん洗車をしていきたいなと思います。だからちょっとね、ラブ4の動画もしかしたら続くかもしれません。興味がある方はぜひ次の動画もね、見てもらいたいなと。一旦はちょっと内装からちょっと掃除していこうと思います。そしたら早速外へレッツゴー。はい、そしたら今回はこちらですね、紺色のラブ4をきれいにしていこうと思います。でパッと見だと砂ぼこりが結構ひどいような状態かな。水垢もあったりします。まずは内装から進めていきます。その理由としては、内装のその砂ぼこりとかを取るとき、例えばフロアマットを外に出したときに、やっぱどうしてもボディに砂ぼこりとかが付着しちゃうことがあるんですよね。そうすると二度手間になってしまうので、一旦内装から進めていこうかなといった感じです。そしたらまず中ざっくり見ますか。外装はね、外装編としてまた後日紹介するので、状況とかはねまたお見せしようと思います。はい、そしたら実際中ですね。で細かいところを見ていくと、この辺のほこり、こういうところとか、こういうトレーとかも汚れてますね。シフトノブも汚れてます。あとこういったポケットとかもね、掃除していきたいなといった感じですね。この辺とかも白っぽくなってたりする部分もあるので、この辺もね綺麗になると思います。あとは基本的に砂ぼこりとか、あとこの辺のシートのシミとかも取れるのかなと思ってます。フロアマットも砂ぼこりがあるので綺麗にしていこうかな。この辺のエアコンとかもね、こういう細かいところのほこりとかも取っていきたいね。あとステアリングとかも綺麗になりそうだな。この裏とかね、遠目で見るとね、この辺とかも汚れてたりするんですよ。この辺もちょっとスッキリさせたいなといった感じですね。はい、そしたらまずは出せるもんは出していきます。物があるとね、やっぱ掃除できない部分とかが出てきちゃうので、出せるものは出しちゃう。次にやるのはフロアマット、これちょっと取りましょうか。これ後ろ側ですね。フロアマットもう結構汚れているので取っちゃいます。よいしょ。前列も取っていきます。でこれ紹介したいのがね、ちょっと1個あったんですよ。作業用の手袋、茶色いこの目玉焼きのやつ、めっちゃ可愛いでしょ。これね、ワークマンで100円で売ってるんですよ。安くない？めっちゃおすすめです。はい、一旦フロアマット撤去です。はい、そしたら吸えるところは吸っていきます。でこういう隙間ね、普通に見たらちょっと砂があるな程度なんですが、押してあげるとこう砂がポロンと出てくるので、押しながら吸ってあげると結構細かいところまで綺麗になりますね。でちょっと倒す。そうするとこの中の汚れが見えるので、これを吸っていきます。ちょっと細かいところはハケとかを使ってもいいと思います。この辺ちょっとシミになってるので、後でリンサーを使おうかなと思っています。とりあえず吸えるものを吸っていくといった感じですね。続いてリアハッチですね。こういったところはハケとかを使って履いてあげてください。
でこの掃除機の先端で樹脂部分を傷つけるのが嫌なのでちょっと浮かせながらやってます。で今2列目なんですが、2列目やるときは1列目のシートをできるだけ前に出してください。樹脂周りね、パネル関係はできるだけ柔らかい筆で、こういうちょっとマットっぽいところ、こういうところはちょっと硬めのブラシみたいのでこうかき出してあげる。あとは掃除機でちょっと吸ってあげる。もし仮に掃除機がない、そんな時は、コロコロとかもかなり有効的です。これかなり粘着力があって、こういう下とかにかなり有効的です。でこれ剥がす時もこのオレンジのところで剥がせるんですよ。あ、どこだっけってなんないんですよね。でこう引っ張ってこう切るだけなのですごい楽です。このコロコロめちゃめちゃおすすめ。そしたらフロアマットの方を洗っていきます。でフロアマットははたくが一番いいかな。水を使って洗うっていうのも一つ手です。洗剤とかを使ってね。けど乾かすのが大事っていうのは、頭に入れておいてもらいたいなと。で今回は、このラブ4のこのマークが茶色くなってますね。これがすごく気になるのでちょっと落ちるかどうかだけ試していきます。で全体的に綺麗にしていこうと思うんですが、この部分ちょっとフォーカスしてやっていこうと思います。で使うのはこれ歌丸クリーナーですね。の石鹸タイプのやつ。歌丸クリーナーね結構好きなんですよ僕。汚れ落ちるし匂いいいし。でこの歌丸クリーナーはもうね、高校野球時ユニフォームを洗うのにめちゃめちゃ活躍してるみたいです。高校野球時のユニフォーム洗うのってめちゃめちゃ大変なんですよ。泥だらけのまま親もさ練習に行かせたくないわけですよ。でどうにか綺麗にしようってなった時にこの歌丸クリーナーめちゃめちゃいいらしいです。であんま強くやりすぎると布地なのであんま良くなさそう。なんか軽くブラシでこする程度で、100均で売ってるブラシこういうのを使って洗っていきます。であんまゴシゴシすると毛がねゴワゴワしちゃうっていうのがあるので、ゴシゴシいかない方がいい気もしますね。ちょっと洗い流しますね。どうだ、綺麗になったかな。ラブ4ちょっと乾いてみないと何とも言えないけど。で高圧洗浄機とかあれば高圧洗浄機でバーってやった方が砂ぼこりとかも一緒に飛んでいくので楽ですね。だから洗う前に最初はやっぱり叩いて砂ぼこりをできるだけ落とした方がいいです。だいぶ綺麗になったと思います。で泡が出なくなるまでしっかり洗い流してます。こんな感じかな。であとはもう干すが一番手っ取り早いです。今日ラブ4かなり綺麗になったよ。結構真っ白。よかったよかった。ちなみに助手席もちょっと汚れてます。濡らしても茶色いですね。歌丸かなり効果あります。ここまで落ちるとは思わなかった正直。フロアマットはねこういう風に洗いたいんだけどやっぱ一日でね乾かないことが多いので、それが嫌だってなるとはたきがいいのかなと思います。とりあえず綺麗になったので乾かします。はい、そしたらマット周りをきれいにした理由としては、中きれいにする時に僕靴下でちょっと乗りたいんですよね。結局乗らないと、隅々まで手が届かないので、ある程度こう乗れるようにきれいにいつもしちゃっています。なので結構下からやっちゃうことが多いですね。でこの辺のペダル周りがすごい汚れが目立つのでちょっと先にきれいにしていっちゃいます。でこれは濡れたタオルで、歯ブラシかこのブラシ、これねゴルフクラブのウェッジとかの水を掃除するブラシ、これちょっとね硬めなんですがこういうのでもいいでしょう。で、ルークリー洗剤とかをちょっとつけてでこうきれいにしてあげる。であとはただの水をちょっとこうかけてあげる。で汚れを落としていく。過去にも、紹介したことがありますけど、そうすると綺麗になりますね。こういう時にねちょっといらない雑巾とかがあるとすごくいいです。下にねあんま垂れないようにしながらこの水をしっかり洗ってあげる。ざっくりこんな感じですね。すごい綺麗になったと思いますよ。こういうところもこういった感じですね。はい、そしたら続いてシートの染み取りをしていきます。そんなね目立ったものはないんですが、黒いので、汚れてるように見えないだけかもしれません。で使うのはルークリー洗剤ですね。これをちょっとこう吹きかけてあげます。
でルークリー洗剤についてくるブラシがあるので、これで軽くこうこすります。でアイリスオーヤマのリンサークリーナー、これで吸っていきます。こういった感じですね。結構汚れ取れたと思います。でここは若干やっぱ湿ってしまいますので、あらかじめ最初の方にやっておいた方がいいかな。ざっくりこの辺もやっていきますか。ちょっと水もかけて、はい、運転席側もルークリー洗剤をつけました。あとは吸っていくだけです。OK。そしたら続いて拭き掃除をしていこうと思います。ドアから始めますか。固く絞ったクロスとかを使って、普通にこう拭いていくのも一つ手ですし、汚れが目立つ場合は、ループリー洗剤をブラシにちょっとつけて、隙間とかを洗っていく。で水拭きをしてあげる。助手席側がそんなめちゃめちゃ汚れるってことあんまないので、そんな汚れてないかなと思ったけど、洗ってみると汚れてますね。あとはもうタオルに直接ルークリー洗剤つけて拭くのもありです。ブラシでやると隙間に入ったりしてちょっと嫌だなって思う、そんな時はタオルにつけて、あとはタオルの面を変えて水拭きをしっかりしてあげる。こんな感じですね。運転席側ですね。こっち側の方が汚れてますね。この辺とかちょっと白っぽくなっちゃってますね。この辺は汚れなのかちょっとわからないんですが、やってみようと思います。この辺ね、汚れだな。ちょっと茶色くなってる。落ちそう。よかったよかった。かなり汚れてるね。ここだけ黒い。水拭きもしっかりしてあげて、で最後ちょっと空拭きしてあげます。ここにあった白いのがなくなりましたね。やっぱり汚れでしたね。この辺とかも汚れています。どうしてもね、こういうところボコボコしてるので隙間にどうしても汚れが入っちゃう。そうするとこういうハケとかじゃないとなかなか取れなかったりするので、この毛先で縦にやったり横にやったりで汚れを落としていきます。こうみるみる綺麗になっていくの、これ気持ちいいよね。楽しいんですよ。綺麗になったね。面倒だけどね、こういうのたまにやってあげるとね、すごいいいですよ。そんなねすぐなんか汚れが目立つような部分ではないと思うので、毎回の洗車でやる必要はないと思いますが、かなり綺麗になったと思います。よし、いい感じですね。とりあえずドアパネルだけでこの右下ぐらい汚れが取れました。じゃあ次ここ行きますか。肘掛けんとこね、ちょっと白っぽくなっています。ここも似たような感じで落とせちゃうんじゃないかな。水拭きしっかり、空拭き最後と。どうでしょう。ここなんか白っぽいね。ここ綺麗になりました。あんまねこういう風に手で触らない方がいいです。手油つくから。あとは問題はこの辺だよな、メインっていうか。はい、そしたらここですね。ハケでちょっと申し訳ないけど、ここをちょっとちり取り代わりに使わせてもらって、下にちょっと汚れを落としていきます。で吸えるところはちょっと吸っていこうかな。一旦こんなもんでルークリーですね。でここは黒いさっきのちょっと固めのハケですね、お掃除していきます。で側面とかは歯ブラシとかの方が使いやすいので、歯ブラシとかを使ってみたりします。で拭いていきます。なんだこれは、ジェルだな。あ、これあれか、テピカジェルじゃない。固着してるんだ多分、垂れてなんかいっぱい出てくる。オールサーフェススピードディティーラー使っちゃおうかな。テピカジェルはちょっと危険だね。かなり綺麗になったけど、ジェルみたいのがちょっと飛びました。ちょっと後でどうにかしよう。この辺はアクリルではないけど、そういう素材なので、オールサーフェススピードディティーラーでちょっといきます。これは帯電防止効果があるので、しかも汚れも落としてくれると。なのでこういうところに向いていますね。なんかうわ、ジェルだ。これわかる？消毒液のジェルですね。最悪なことになってます。この汚れちょっと取りたいよね。
汚れ落ちたっぽいな。オールサーフェススピードディティーラーはね、ほんと匂いがなくなったのがマジでかい。よっしゃ、かなり綺麗になりました。いいね。でこのナビ周りやっぱホコリがすごいので、この辺は完全にオールサーフェススピードディテイラー、これをちょっとクロスにつけてちょっと拭いていってあげます。汚れを落とす効果もあって帯電防止効果もあると。なのでこう空拭きした時に普通このナビ周りってホコリがすごいつくじゃないですか。けどこれもその静電気とかじゃなくてちょっと乗っちゃってるだけっていうぐらいなので、さっとこう吐いてあげれば取れちゃうようなホコリですね。ホコリがつきにくくなるといった感じです。続いてステアリング周りをちょっと綺麗にしていこうと思います。で汚れてる部分で言ったらここがねちょっとホコリがかぶってるっていうか入っているので、この辺は入っちゃいます。やり始めると止まんないよね。このステアリングのこの付け根の部分とかね。でこのメーター周り、この辺は結構そのタオルで空拭きとかすると静電気が発生するので、こういうところはブードゥーライドオールサーフェススピードディティーラーを使っちゃいます。で使い分けとしてはルークリ製剤は結構汚れてるところメインで、なんか静電気とかあんまつけたくないなっていうところはオールサーフェススピードディティーラー、これ安くはないのでね、こういうところに使っちゃいますね。でこの間も紹介したんですが、そんなねツヤっていうのは出ないので使いやすいですね。でステアリング部分のそのクリーナー系を使う場合注意点が1個あって、これはウレタン系のステアリングなんですよ。だから結構比較的何でも使えちゃうんですが、例えば革とか劣化したものに関してはクリーナーを使うとボロボロ剥がれちゃったりとかするので、その辺はちょっと注意してもらいたいなと思いますね。革とかになんかクリーナーを使う時はタッチテストとかをやってください。匂いなくなったらマジでいいね、最高。こんな感じかな。であとは窓ガラスですね。内窓はちょっと開ける。でタオルは前にも紹介しましたが、こういうワッフル地のタオル、これがおすすめです。っていうのもマイクロファイバークロスとかを使うと細かい毛がねガラスについちゃったりするんですよ。でいつまで経っても拭けない。なのでワッフル地がおすすめで、使うのはこちらインビジブルガラスもしくは精製水でも OK です。で精製水とかになると、スプレーボトルに入れ替えたりするのが面倒くさかったりします。だけどコスパでいうと精製水ですね。そこは好きなものを使ってください。でタオルに吹きかける。でまずはこの開けた上の部分ですね。インビジブルガラスのいいところは拭き筋っていうのが残りにくい、乾きが早いっていうところがいいところです。でこれまだ汚れてるのは外側といった感じです。で窓を閉めてまた拭いてあげると、かなりパリッとしましたねみたいな感じで後ろ前全てやっていきます。で外側に関しては撥水剤をちょっと使いたいなと思うので、外装編の時に綺麗にしていきます。はいといった感じで動画の方以上になります。で今回はラブ4の内装ですねのほほーんとした感じでお掃除をしてみました。定期的に配信することで私もやろうっていう人がねちょっと増えたらいいなっていう感じなんですが、で動画を見てちょっとやる気になることないですか？僕結構あるんですよね。その動画を見て俺もやろうっていう時があるので、そんな人用なのかちょっと作業用なのかのんびりちょっと車内清掃をしてみました。で気づいたこととしてはテピカジェルですね。ジェル系の消毒っていうのはちょっと車に良くないのかなといった感じですね。気づかないうちにジェルが垂れてたのか、コンソールっていうかドリンクホルダー周りにジェルのブニブニしたのが残ってましたし、あとハンドルとかシフトノブ、運転席側のよく触るこの辺のところもなんか白っぽくなってたので、汚れは落ちたのでね全然いいんですが、ちょっと気をつけてもらいたい部分なのかなって思いました。ラブ4に関しては、この後ちょっと外装を軽く洗車して小傷っていうか擦り傷みたいなのもあったので、そこら辺をちょっと手直ししながらちょっと綺麗にしていけたらいいかなと思っております。とりあえず今回はねそんな得るものもしかしたらなかったかもしれないんですが、車内清掃ねするとすごい気持ちもいいし、さらにねちょっと汚したくないっていう欲がね、これ洗車沼なんですが湧いてくるんですよ。
なんかまあ本当ね、一箇所やると本当もうどこもここもここもあここもアクセルチャージのなだってもう気になってくるので、まあ、僕はね外装もまあそれなりに好きなんですが、車内かなり好きなんですよね、お掃除で。やっぱりね、やっぱその道具、まあその掃除機も含め道具がないとどうしてもお掃除できない部分とかも出てくると思うので、まあ、そこら辺のツール関係も含めて、まあ、今後いろいろ試していきたいなと思っております。はい、まあとりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。